ボンジュール。セーヌの源流を訪ねる旅のお話の3回目をお届けします。ディジョン駅を出発したバスはまだ静かな街を走り抜けます。家並みがまばらになって集合住宅ではなくて一軒家が多くなってきたなと思うとほどなく、バスは市街地を後にしていました。窓の外には広々とした畑の風景が流れて行きます。しばらくすると、それまでほとんど畑の中のまっすぐな一本道だったのが、右に左にカーブしながら山あいに入って行きます。フランス、特にパリの周りには360度見渡す限りの平原という風景が多いのですが、ブルゴーニュの田園、この辺りから地形が変わってきたことを感じます。狭い谷に開けたような形の小さな村、バル・デュ・シュゾンをあっという間に抜けて、バスはどんどん走ります。路線バスではあるのですが、ディジョン駅を出てから一度も止まりません。森を抜け、高台に広がる畑を走り抜けて、またカーブが多くなったと思うと、立派な石造りの教会がそびえている村、サンセーヌ・アベイというところに差し掛かりました。ここでセーヌという響きに初めて遭遇です。しかもセーヌという単語の前にサン、つまり聖なるという真っ暗言葉がついていて、アベイというのは修道院を意味しますから、何やら勇姿を感じる村の名前です。けれども、この村にはセーヌ川は流れていないはずです。ともあれ、セーヌのテリトリーに入ってきたのだなという実感は湧いてきます。サンセーヌアベイの村もバスはあっという間に通り抜けてしまうと、今度はジグザグを繰り返して一気に丘の上を目指します。すると左手の窓の下には石の教会の足元で家々が肩を寄せ合うようなサンセーヌアベイの村がほんのつかの間一枚の絵のように見えていました。丘を登りきると今度は高台に開けた一本道。バスに乗り込んでからは車窓の風景と地図、そしてディジョンの駅でもらった時刻表とに始終目を走らせていました。そろそろ目的の場所に近づいているはずです。運転手さんがいつこちらに合図を送ってくれるのか、彼女の背中に何度も目をやります。集落をほとんど見かけなくなった一本道にも、時刻表に書いてある停留所がいくつかあるはずなのですが、飛ぶように走るバスの窓からは停留所があったのかどうかさえもわかりません。運転手さん忘れてないかしら。そんな心配がどんどん頭をもたげてきます。まだですかとかなんとか私の存在を思い出してくれるような行動をした方がいいのかな。その頃の私はまだまだうぶなフランス暮らし初心者でしたから、言葉が自然に口をついて出てくるというふうにはいかず、自分の内なる声だけがどんどん大きくなるばかりです。そうこうしているうちにバスがスピードを緩めたかと思うと、運転手のマダムは首を右に振って、セビアント、もうすぐよ、と言ったように聞こえました。
私は弾けたように荷物をまとめ始めました。地図と時刻表をカメラバッグの中に収め、ストラップを斜め掛けにしてスタンバイ。右手にはリュックサック、そして左手には三脚袋のストラップを握っています。キューッと道路の少し右に寄せてバスが止まったのは、停留所などないのっぱらでした。朝はすっかり明けきっていて、あたりの麦畑にはさんさんと光が降り注いでいます。Merci! そう声をかけながらステップを降りて、運転手さんの方を振り返ると、彼女はとても心配そうな顔をしています。この人は一体大丈夫なんだろうかと言葉にはしなくても、彼女の顔にはそう書いてあります。無理もありません。家はおろか、一っ子一人通らないような道の真ん中でポツンと一人。しかも、外国人の女が一体これからどうしようというのだろうと、それも肩にも背にも結構な荷物を下げているのです。そんな心配をよそに、私はこれから先30分は歩かなくてはならないはずの道にどういう体勢で挑もうかと考えていました。荷物の重心はできるだけ体幹の近いところにまとまっている方が疲れが少なさそうとか、これまでセーヌの流域をあちこちカメラを抱えて巡ってきた自分なりの経験値をここでは最大限に生かさなくてはと思っていたのでした。どの方向に進めばいいのか迷いはありませんでした。バスが通る幹線道路から左に伸びている舗装道路があり、その2つが交差するところに標識が出ています。Source de la Seine、セーヌの源流まで2キロ。右手は見渡す限りの麦畑、左は雑木林。その間にある車がようやくすれ違えるくらいの道は、その先の緑が生い茂った森に続いているようでした。いざ出発と歩き出そうとしたところで思わぬ出迎えを受けました。それがなんと無数のハエだったのです。